ギタリストという概念を破壊し、音そのものを彫刻した男、ジミ・ヘンドリックス。彼が残した音楽は単なる演奏の記録ではない。それはレコーディングスタジオという巨大な楽器を使い、宇宙の明度を現実の振動へと定着させようとした凄絶な格闘の奇跡である。わずか4年間という彗星のような活動期間、その中で彼が追い求めたのは既存の技術を嘲笑うかのような変質的なまでの音響への執念だった。エンジニアのエディ・クレイマーと共に彼らがスタジオという密室でいかにして神をも畏怖させる音を錬金したのか、その裏側に隠された血の滲むような真実を解き明かしていこう。1967年、ロンドンのオリンピックスタジオ。そこには天才設計者ディックス・ウェッテナムが手掛けたオリンピックデスクが鎮座していた。この卓が放つ温かみのある低域と絹のような広域は、当時のイギリスの技術がアメリカを凌駕していた証だった。だが現場は常に物理的な制約との戦いでもあった。当時の録音はアンペックスの4トラックテープマシン。今では考えられないほど限られた環境で行われていた。音を重ねるたびに後戻りができなくなる恐怖。その中でジミ・ヘンドリックスとエディ・クレイマーは正確無比な判断力でステレオバウンスを繰り返した。一回のミスが全てを台無しにする緊張感、その極限状態こそが天才の直感を研ぎ澄ませ、音楽史に残る残響を生み出したのである。制作の拠点はニューヨークのレコードプラントへと移る。最新鋭の12トラック環境。それは一見すれば進化に思えた。だが実態は理想とは程遠いガラクタの山だった。エディ・クレイマーは当時のスカリー製マシンをノイズをまき散らすひどい代物だったと回想している。使い慣れたオリンピックデスクから未知のデータミックスコンソールへの転換。この技術的な断絶さえもジミ・ヘンドリックスは自らの実験場として飲み込んでいった。彼にとって録音とは学習のプロセスそのものだった。テイクごとに表情を変える演奏、ナプキンに書き留められた宇宙的な歌詞、自らのアルバムを個人的な日記と呼ぶほどの完璧主義は、やがてプロデューサーのチャス・チャンドラーとの間に決定的な亀裂を生んでいくことになる。効率を重んじるチャス・チャンドラー。対して一箇所の音に何十時間も費やすジミ・ヘンドリックス。二人の決別は天才が真の自由を手に入れるための避けられない儀式だった。ボブ・ディランのカバー、オール・アロング・ザ・ウォッチ・タワー。この曲こそジミ・ヘンドリックスのスタジオワークの集大成である。1968年1月21日、オリンピックスタジオでのセッションは混沌を極めていた。当初この曲にベースは存在していなかった。本来のベーシストであるノエル・レディングはジミ・ヘンドリックスの延々と続くテイクに嫌気がさし、パブへ飲みに行ってしまった。代わりにベースを手にしたのはジミ・ヘンドリックス自身だった。彼はディランの歌詞が持つ色彩とトーンに病的なまでに執着していた。そこへローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズが泥酔状態で現れる。ブライアン・ジョーンズはピアノを弾こうとしたがまともな演奏にはならなかった。結局ブライアン・ジョーンズはパーカッションを担当することでその場をしのいだが、現場を支配していたのはジミ・ヘンドリックスの圧倒的な主導権だった。セッションのテイクは27回を超えていた。テープには極限までコンプレッションがかけられ、飽和寸前の信号レベルで記録された。あの密度の高い空気を押しつぶすようなサウンドは天才が自らの手でリズムと音響を完全に制御した結果生まれた執念の結晶だったのである。繊細で詩的なトーンを持つリトル・イング。この曲の録音には奇跡的な偶然と遊び心が同居している。イントロで聞こえる天国的なグロッケンシュピールの音、それは前のセッションの誰かがスタジオに置き去りにしたものをジミ・ヘンドリックスが気まぐれに鳴らしたものだった。さらにギターの音色にはスタジオの秘密兵器が投入された。それはあるエンジニアが金属製のおもちゃの組み立てキットで作ったミニチュアレスリースピーカーだった。わずか8インチの小さなスピーカーが回転することで生まれる水中を漂うような揺らぎ。
物理的な回転が生む不安定な美しさ。エディ・クレイマーは右チャンネルには乾いた信号、左チャンネルにはミリ秒単位の遅延とイコライジングを施した信号を配置した。これらが重なり合うことで聞き手は実体以上の広がりを持った。音響の宇宙へと誘われるジミ・ヘンドリックスは自身の歌声に強い羞恥心を抱いていた。そのため録音の際には必ず3枚のスクリーンで自分を囲い、誰とも目を合わせないように反対を向いて歌っていたという。あの魂を揺さぶる歌声は孤独な檻のような空間から絞り出されていたのだ。1970年、ニューヨークのグリニッジビレッジにジミ・ヘンドリックスの理想郷、エレクトリック・レディ・スタジオが完成した。設計を担当したのは当時まだ22歳の建築家ジョン・ストーリックだった。ジミ・ヘンドリックスの要望は白く柔らかく曲線的で光が色を変える空間という極めて感覚的なものだった。だが建設は困難の連続だった。解体中に地下河川ミネクタクリークの支流に突き当たり、現場が洪水に見舞われたのである。浸水を防ぐために強力な散布ポンプが導入された。その騒音を録音に混入させないための徹底的な防音処理が必要となった。建設費は当初の予算の倍に膨れ上がり、ジミ・ヘンドリックスは多額の借り入れを余儀なくされた。だが彼はこの子宮のような構造を愛した。スタジオにはあらゆる色を投影できるライティングシステムが設置された。これはジミ・ヘンドリックスにとって単なる演出ではなかった。エディ・クレイマーによると、ジミ・ヘンドリックスが緑が欲しいといえばそれはリバーブを意味した。赤といえばディストーションを意味していた。音を色として捉える強感覚的な感性がスタジオという物理的な空間を通じてエンジニアと共有されていたのである。ジミ・ヘンドリックスのサウンドの核、それはマーシャルアンプの壁だった。だがそれはただ音を大きくすればいいという単純な話ではない。エディ・クレイマーはアンプから放たれる直接音だけでなく、音が壁に当たりバウンスした部屋の音を捉えることに執念を燃やした。当時の常識ではアンプは他の楽器と隔離されるべきものだった。だがジミ・ヘンドリックスのアンプが放つ凄まじい音圧はスタジオ全体の空気を物理的に破壊していた。エディ・クレイマーはドラムのマイクに回り込んだギターの爆音さえも積極的に利用した。それがミックスに混ざることでエフェクトでは到達できない物理的な実存感が生まれる。コンデンサーマイクのノイマン U67、そしてリボンマイクのベイヤー N160、これらの繊細なマイクが暴力的な振動を精密に記録した。相反する要素の融合。さらにロジャー・メイヤーが手掛けたオクタビアペダル、15回にも及ぶ改良を経て音を1オクターブ上げるという当時は未知の領域だった音響効果を実現した。 F1 マシンの開発にも似たエンジニアとの密接な共同作業、それは機材そのものをジミ・ヘンドリックスの身体の一部へと昇華させるプロセスだったのである。ワウペダルとファズを駆使した攻撃的スタイルの頂点、ブードゥーチャイルド、スライトリターン。ここでの音響効果はもはや機材の範疇を超え物理現象の極致に達している。空気を切り裂くようなシュワーという特有のフェイズ音。これは2台のテープレコーダーを同期させ一方の速度を手動で変化させることで生じるテープフランジングという手法だ。エディ・クレイマーはテープリールの端フランジを直接指で押さえ回転を遅らせることでスルーゼロと呼ばれる極端な位相の打ち消しを演出した。現在のプラグインでは再現できない肉体的な感覚を伴うスタジオワーク。激しいパンニングによって左右に跳ね回る音像はリスナーの空間認識を根底から揺さぶる。これは単なる音楽ではない、物理的な振動を用いた脳内への直接的な攻撃だったのである。ジミ・ヘンドリックスが残したレコーディングの数々は単なる過去の記録ではない。それは技術的制約を人間のイマジネーションが凌駕した瞬間のドキュメンタリーだ。4トラックから16トラックへの過渡期、アナログ機材が最も肉体的な響きを持っていた時代。
彼はマイクの配置一つ、テープリールを押さえる指先一つ、その判断で歴史を塗り替える音を生み出した。デジタル技術が全盛となった現代、いかに巧妙なシミュレーターを重ねても、あの生々しい魂の震えを完全に再現することはできない。なぜならそこには機材と心中するほどの執念と、スタジオそのものを生き物として扱う狂気が欠けているからだ。エディ・クレイマーと共に築き上げた音響の迷宮、その奥底からは今もなお宇宙の深淵を覗き込むような凄まじい残響が響き渡っている。ジミ・ヘンドリックス、彼は死んだのではない。自らが作り上げた音の粒子の中に溶け込み、永遠にスタジオの壁を震わせ続け、誰も聞いたことのない音の地平を今もなおさまよっているのである。その残響は私たちがスピーカーのボリュームを上げた瞬間に殲滅な物理現象として再び立ち現れるのだ。